そんな消毒薬臭い体で来られたら、私の結婚式が台無しになるわ。だから、おばさんは式に呼ばないし、これっきり、絶縁ね。そう言って、私に絶縁状を叩きつけるメイ。今までの努力が、ガラガラと音を立てて崩れていく。そんな音が聞こえた気がした。私の名前はチカ、42歳。ビルメンテナンス会社に勤めている。勤めていると言っても、オフィスワークをしているわけではない。清掃員としてこの会社に所属しているのだ。30歳でこの仕事を始めたので、今年で勤続12年になる。ちょうど干支が一回り、結構長いことこの仕事に従事しているので、すっかりこの道ではベテランだ。もともとは専業主婦で、スーパーのレジ打ちくらいしかしていなかった私だったが、この仕事を始めたのには、あるきっかけがあった。12年前のある日、突然、夫の茂が交通事故にあって、この世を去ったのだ。車に同乗していた茂の弟の隆も亡くなってしまった。私は茂の実家で、娘の美香と茂、そして義母と義弟親子の5人で暮らしていた。姪の由香は義弟隆の娘である。生まれてすぐ母親が病死し、父と娘で義実家に帰ってきていた。義弟は茂より早くに結婚しており、義弟が亡くなったとき、由香は13歳だった。茂と義弟は家の財政状況から自分たちは泣く泣く諦めた大学進学を、姪の由香と私の娘の美香には絶対に叶えてほしいと生前常々そう言っていた。だが、茂と義弟の旧姓に際して二人の死亡保険だけでは到底その学費は賄えず、私は茂たちの意思を全うすべく、フルタイムで働きに出ることにしたのだった。それには義母の強い希望という部分もあった。私と義母の仲は、お世辞にもいいとは言えなかったが、さすがに息子二人を一気に亡くした彼女があまりに不憫で、その希望も叶えてあげたかった。茂を亡くしたショックがまだ心に大きく穴を開けていた時期に、地を這うかのように必死になって就職活動をした結果、今の仕事を見つけたのだった。それからというもの、私の忙しさは常軌を逸していた。仕事の他に、姪の送り迎えから、当然、自分の娘の世話、さらに普段の家事まで。多忙な毎日だったが、一服の清涼剤は、心優しい同僚たちだった。私の愚痴も根気よく聞いてくれ、困ったことがあると、みんなでフォローしてくれた。そんな彼らと仕事をするうちに、茂を亡くしたショックも少しずつ和らいでいったのだった。娘の美香と姪とは8つ違い。私は姪を実の娘と思い、丁寧に接してきた。決して自分の娘と差をつけるようなことはなかった。数年後、茂兄弟の悲願であった姪の大学進学が決まった時には、本当に自分の娘じゃなかろうかと思うくらい、涙が出るほど嬉しかった。清掃員である私の収入は決して高くなかったが、毎朝茂たちのことを思い出し、姪が不自由のないよう頑張ろう
と日々精一杯生きていた。だが、人の気持ちはままならないもので、私のそんな努力とは裏腹に、大学に進学後、姪は義母から何か吹き込まれたのか、私に対して辛く当たるようになっていた。ねえおばさん、なんで清掃会社なんて底辺職で満足してるの？もっといい仕事探しなよ。ゆかちゃん、何言ってるのよ。職業に上も下もないの。清掃業だって立派で素敵な仕事よ。あなたが大学に行っているのも、私たちみんなが毎日食べるものに困らないのも、この仕事のおかげだし、ほら、そもそも何かをきれいにするって、とっても素敵なことだと思わない？何きれいごと言ってんだか。恩着せがましくて嫌になっちゃう。私が大学行けたのは、おばさんの不潔な仕事じゃなく、お父さんやおじさんの生命保険のおかげでしょうが。私は聞き流すことにした。さしずめ、義母の虚言に騙されているのだろう。大学にも入れて、調子に乗っちゃったのかな。反抗期かしら、なんて思いつつ、まあ、社会人になれば落ち着くだろう、と、私は楽観的に捉えていた。そんな姪は、大学でも優秀な成績で、卒業後、有名メガバンクに就職した。初任給ですら、私の給料よりも高く、30を迎える前に、軽く私の年収の倍は行くだろう。おばさん、見てよ、この初任給。なかなかでしょ？明らかに私を見下したトーンだった。その後も、姪の高飛車な態度は、ますますエスカレートしていった。お給料の一部を生活費に入れてほしいとお願いすると、はぁ？そんなことするわけないでしょ？都心で働いてる私は、おばさんみたいなみすぼらしい格好じゃ働けないの。自分への投資が必要なのよ。そんな余裕ありません。私は呆れて言い返す気にもなれなかった。まあ確かに、姪の職場は東京の中でもかなり高立地で、周りに合わせて身なりに気を使わなければならない。それは私も理解できる。だが、この言い草はあるだろうか。私は話すのも嫌になって、しばらく放っておくことにした。幸いなことに、私もすっかりベテランで、周りからの信頼も厚く、少しずつだったが、給料も上がっていたし、生活に困ることはない。社会人として、姪もそのうちまともになるだろうと思っていた。だが、その後も、姪の金遣いは目に余るほどひどくなっていった。毎月のように給料を湯水のごとく使い、どんどん服やブランド物が増えていく。それらは姪の部屋に収まりきらなくなり、私のスペースまで侵食してきた。私は特段それに目くじらを立てることはなかったが、一度だけ着られては、タンスの肥やしになっていく服を見て、職業柄か、なんだか不憫でならず、せっせとクリーニングに出したり、手入れをしてあげたりしていた。しかし、親の心、子知らず、と言うべきか。姪はそれに気づいているのかいないのか。まるで知らん顔だった。それどころか、恩着せがましくまたクリーニングなんて出してきたの？まさかおばさん、
お下がりを狙ってるの？まあいいわ。もう片落ちだし、おばさんにあげるわよ。そのくらいのレベルがおばさんにはお似合いね。そう言ってせせら笑うのだった。そんな姪を心配して義母にも相談したのだが、こちらもまた話にならなかった。ちかさん、嫉妬は良くないわよ。あなた、毎日おしゃれしているゆかが羨ましいんでしょう。悔しいならあなたももっと努力して、今みたいな下賤な仕事やめて、転職でも何でもすれば。これまでのあなたの努力は認めてないわけじゃないけど、もう我慢する必要なんてないじゃない。私は呆れて物も言えなかった。この仕事はお金のために始めたことで、確かに望んだ仕事ではなかったが、やりがいを感じていたし、そもそも我慢して続けてきたわけではない。私はこの仕事に誇りを持っていた。周りの同僚たちだってみんな同じようにやりがいと誇りをこの仕事に持っている。だから収入がそこまで良くなくても何年も続けてきたのだ。それなのに義母も姪も清掃員は誰もがいやいややるものという先入観を持っている。私がどんなに説得しても義母が姪の生活態度を諌めることはなかった。数年後、姪はその時付き合っていた人と結婚することになった。その彼氏も大手の商社マン。一緒にベイエリアにマンションを買い、新居を構えることになった。その彼もまさに類は友を呼ぶ状態。おばさまは清掃員をされているとお聞きしました。はい、そうです。長いことを続けています。ゆかさんからよく聞いています。大変失礼ですが、生活に困っているわけでもないのに、なぜそんな汚い仕事をされているんでしょうか。私は絶句して思わず睨みつけてしまった。さすがに彼が帰った後、姪に文句を言った。あなたの連れてきたあの彼、一体何様なの？あなたもあなただけど、彼も彼よ。人の職業にあれこれ言う権利なんてあるはずないでしょう。あんな男、やめなさい。姪は一瞬私の怒りにひるんだ様子だったが、すぐに言い返してきた。そんなの、おばさんのせいじゃない。何回も転職を進めてるのに、汚い仕事にしがみついて。そんなんじゃ、結婚式も呼んであげない。っていうか、呼べないわよ、汚らわしい。そんな消毒薬臭い体で来られたら、晴れ舞台が台無しになるわ。これっきり、絶縁ね。私は怒りで顔が真っ赤になった。茂の願いを叶えるために、今までがむしゃらに働いてきた。この家の誰よりも一生懸命生きてきた自負がある。それもこれも、姪や娘の幸せのためだ。それがこの一瞬で無駄になったように思えた。その夜、脱衣所で私は自分の着ていた服の匂いを嗅いだ。確かにうっすら消毒液のような匂いがした。長年清掃業に従事してきた自分に染みついた香り。これが恥ずかしいものなのか、
そんなにも汚らわしいものなのか。こらえきれず、涙が頬を伝った。その後、姪は家を出て、新居へ引っ越していった。このまま本当に姪と絶縁すれば、こんな苦しい思いをすることもないだろう。私はもはやそう思っていた。やがて姪から結婚式の招待状が届いたが、そこに私とミカの名前はなく、義母の名前があるのみだった。私だけではなく、実の妹のように過ごしてきたミカすらも結婚式に呼ばない気か。事情を説明すると、ミカは言った。お母さん、気にすることないよ。どっちが心が狭いって分かりきったことなんだから。そのうち痛い目に遭うって。私はお母さんの味方よ。私はミカの言葉を聞いてとても嬉しかった。私にはミカがいる。今まで姪とミカに差をつけて育てたことなどなかったが、これが血のつながりなのかな、と思った。それから数ヶ月後、私は都内の高層ビルにいつものように清掃に入った。実はそのビルは姪の勤める会社のビルだった。私は姪と絶縁する前からそこの清掃をしていたのだが、あえて彼女には言うこともなかった。さすがに絶縁後は別のビルに持ち場を変えてもらいたいと思ってはいたものの、それはそれで家族の恥を外にさらすようで、上司には黙っていたのだった。だが上司は同僚から聞きつけたのか、うまく姪の会社のいるフロア以外に私の持ち場を割り当てるよう工夫してくれていた。そのビルには会議室フロアがあり、私はその日、大会議室の清掃を担当した。道具を持ってその部屋に近づくと、何やら上司が部下を叱責するような声が聞こえてきた。本当に申し訳ありません。謝って済むことじゃないだろう。君はどんな融資プランを立ててるんだ。ははー、何か会議で若者がミスをしたんだな。私はそう思い、二人が会議室を出るまで同僚と外で待つことにした。その後もさらに説教は続いた。どれだけ今日の会議が重要なものだったか、君はわかってるのか。数億という金が動くんだぞ。すみません。それに、あれだけ身なりには気をつけろと言ったのに、なんなんだ、その格好は。今時、夜の商売をしている女でも、そんなに派手な格好はしないぞ。ちょっと、そのセリフはセクハラじゃないか？なんて思いながら、私たちは少し気まずい気持ちで説教が終わるのを待った。とにかく、そんなんじゃ、お客様への信頼を失うんだよ。一体、君はどんな育ちをしてきたんだ？君のご家族も、そんな下品な家族なのかね？私は、それを聞いた瞬間、これはいただけないと思った。一体、この若者がどんなミスを犯したのか知らないが、家族まで蔑むような物言いは、どんな偉い人間にだって許されない。こんな無意味な説教、早く切ってやらねば。私は正義感がムラムラと湧き上がり、
同僚に目配せして、思い切りドアを開けた。次の瞬間、シーンとなる会議室。あ、失礼しました。清掃に入りますので。そう、わざとらしく言った後、ふっとその二人を見て、あ！私は思わず声を上げた。なんと、説教されていた若者は、メイだったのだった。メイも私に気がついた。泣きそうになっていたその顔は、私を見て真っ赤になった。叱られていたところを私に聞かれていたと悟ったのだろう。そそくさと二人が去った後、しまったな、と思いながら、私たちは会議室に入り、清掃を始めた。すぐに終わらせ、次の持ち場に向かっているとき、誰かが後ろから駆け寄ってきた。思わず振り返ると、そこには、憤怒の形相の姪がいた。姪は怒鳴った。あんた、盗み聞きしたでしょ。盗み聞きなんて、人聞きの悪いこと言わないで。さぞ気持ちよかったでしょうよ。憎い私が散々怒られてるのを聞いてさ。ゆかちゃん、落ち着きなさい。私が彼女に近づこうとすると、来ないで！汚らしい！メイは金切り声を上げた。その声はフロア中に響き渡り、みんな一斉にこちらを見ている。横で同僚も青くなってあたふたしていたが、メイの怒りの矛先は無関係な同僚にまで及んだ。何よじじい。あんたも私のことバカにしてるんでしょ。あんたたちのせいよ。あんたたちみたいな底辺が私の近くにいるせいで私の価値まで下がるのよ。私のことはともかく、同僚のことも侮辱したのには、さすがにカチンときて、言い返そうと口を開くと、畳みかけるようにメイは叫んだ。何よ？まだ何か言いたいことでもあるの？そんなに私に嫉妬してるの？掃除してりゃ、文句を言われないあなたたちに、私の大変さなんてわかるもんですか？そこまで聞いて、私はメイのことがなんだか哀れになってきた。私は猛獣使いのように優しく語りかけた。ゆかちゃん、誰もあなたを傷つけようとなんてしてないわ。そんなに敵意を振りまかないの。自信を持ちなさい。あなたはあなたでいいんだから。だが、プライドがよほど邪魔するのだろう。もはや勢いは止まらなかった。何よ、偉そうに。あんたに何がわかるのよ。あんたの指図なんて受けないわ。あんたなんか、そこら辺のゴミでも漁ってなさいよ。その時、もう、そこら辺でいいだろう。やじ馬を押しのけて、一人の男性が歩み出た。パリッとしたスーツにピカピカの靴。高級そうなのに、決して下品にならない。いかにもできる男といった風情と威厳がある男性だった。その顔を見た途端、メイがはっとして黙った。ずいぶんな物言いだが、清掃員の人たちに失礼だろう。謝りなさい。メイは顔を真っ青にして言い訳をし始めた。違うんです。この人は私の叔母です。先にこの人が侮辱したんです。それに、これは家族の話で。言い訳はいい。ゆかが言い終わるか言い終わらないかのうちに、男性がピシャリと言った。家族なら、
何を言ってもいいのか？君は同僚の人にまでひどいことを言っただろう。少なくとも君が吐いた言葉はこの会社にいる人間として全くふさわしくないものだったと思うね。口ごもるめいに男性が続けた。それに、君は、私のおば、と言ったかな。この人には、姪はいないんじゃないのか？あらぬ理由で絶縁されて、結婚式にも呼ばれなかったと聞いているぞ。姪が、きょとんとして男性を見つめる。どうしてそれを？そこまで聞いて男性はふっと笑って言った。君がゆかさんか。ちかさんから聞いているよ。ただ、ちかさんから聞いていたより、ずっと失礼な人だったようだね。親心なんだろう。私にはそこまでひどくは言っていなかった。私は、ちかさんが一生懸命君を自分の娘のように育ててきたことも聞いているよ。なんで？姪は絶句した。なんでか。ちかさんは私の婚約者だからね。姪は一体どこから出たのかというような声を出した。無理もないだろう。私は恥ずかしくて顔から火が出そうだった。姪の会社の役員である悟と私が付き合っていることは、姪にも義母にも言っていなかった。悟は最近、外資系の証券会社からヘッドハンティングされてきた役員で、姪の会社で総務や人事の担当部長だった。立場からは考えられないくらい、いろんなことに好奇心を示すタイプで、掃除をする私たちに熱心に話しかけてきて、しまいには一緒に掃除を手伝うような変わった人だった。ある夜、私がオフィスを掃除していると、残業で役員室に残っていた彼とばったり会い、お互い仕事をしながらおしゃべりをするうちに、プライベートのことも話すようになり、彼が私と同じように奥さんを早くに亡くしたことや、大学生の息子がいること、綺麗好きなことなど、細かいことまで知る仲になった。ある日、私が掃除を終え、部屋を出ようとすると、ちょっとそう言って立ち上がった彼が、これ、お得意先からもらっちゃったんだけど。そう言って、歌舞伎のチケットを見せながら、よかったら、一緒に行きませんか？そう言ってきた。それが、私と悟が付き合ったきっかけだった。嘘つかないでください。私を説教するために、そんな嘘までつくんですか？彼は好奇心たっぷりの顔で姪を見つめ、そして私の顔を見て吹き出した。悟さんが嘘をつく必要なんてないでしょ？婚約したのは本当です。この人は単純に職業で人を判断したりしないだけよ。私がそう言うと、人を外面で判断してたら人事担当役員なんて務まらないよ。彼がにっこりと笑っていった。だが次の瞬間、スイッチを入れたようにガラッと表情を変えて、悟が姪に言った。それはそうと、ゆかさん。もう一度言おう。さっきの暴言について。
清掃員の方々にきちんと謝りなさい。これはお願いじゃない。命令だよ。姪は顔面蒼白で、大変申し訳ありませんでした。そう言うと、悟はにっこり笑ってうなずいた。そして周りの野じ馬たちに、君たちもあんまりいい趣味じゃないな。さっさと仕事に戻りなさい。そう厳しい顔で言うと、雲の子を散らすように、野じ馬は去っていった。その日、帰ってから、義母に婚約したことを伝えた。義母は驚いていたが、姪より少しは大人だったらしい。メガバンクの役員という雲の上の存在の人でも、職業で人を判断しない人がいるということを知って、義母なりに何か思うことがあったのだろう。その後はあまり私の仕事について足ざまに言うことも少なくなっていった。姪は若さゆえか、その後も相変わらずで、ことあるごとに義母にあることないこと吹き込んでいたらしい。その度に義母もやっと姪をいさめるようになってくれた。そんな義母を見て、私は少しは救われた気持ちになった。この義母と姪とは到底分かり合えないと、ずいぶん前に諦めていたのだが、茂の生みの親である義母だけでも考えを改めてくれたのが、せめてもの救いだった。それから半年ほど経って、私は悟と一緒に別のマンションに移り住んだ。ミカは話し合った結果、ゆかちゃんもめったに顔を出さなくなっちゃったし、おばあちゃんのそばにいてあげたいの。と言って、義母のところに残ることになった。少し寂しい気持ちもあったが、ミカのとても優しい気持ちに、私は心底ほっとしていた。実際のところ、ミカはミカで、物心つく前に父を失い、いきなり新しい父と一緒に住むのには複雑な感情があったのかもしれない。だが、ミカのことだ。いつか帰ってきてくれるだろう。ミカの選択は正しかったと私は思う。義母もミカが独立するまでは一緒に暮らせるということで大喜びだった。一方、姪はというと、あの後も移動を繰り返しているらしい。今はオフィス勤めではなく、現場に出向させられているそうだ。姪のキャリアからすると、挫折と言ってもいい状況だったが、これでいろんな立場を理解し、成長してくれればいいと思う。あのビルでの一件は、悟の力で不問にされているそうで、この人事に悟は一切関わっていない。あの子を見れば、俺が手を下さなくたって、自然にそういうことになるよ。俺が言ったのは一言だけ。彼女の成長に有益な部署に回してあげてくれっていう言葉だけだ。彼はそう言っていた。私は逆に現場から離れ、内勤の仕事に移動することになった。現場から離れるのは後ろ髪引かれる思いだったが、今までの経験を生かして人材管理をやってほしいと上司に言われ、私はそれを受けることにしたのだった。今では採用から人員配置まで幅広く人事運営を任されている。仕事に対するポリシーはただ一つ。経歴や
出自にかかわらず、その人が一番輝ける場所に配置すること。それ以上でも、それ以下でもない。今まで通り、毎朝、茂の遺影に手を合わせながら、今まで以上に仕事に邁進している。